皆さんこんにちは、アンナです。動画をご覧いただきありがとうございます。この動画ではなぜ私が客室乗務員を退職したのかをお話ししていきたいと思います。簡単な自己紹介です。名前はアンナです。4年生の大学を卒業し、新卒採用で ANA と JAL から内定をいただきました。3年間客室乗務員として国内線と国際線に乗務しておりました。動画を始める前に、この動画が YouTube に上げる最初の動画になると思います。きっと私の友人もこの動画を見ているかと思いますが、あんなに憧れて入った客室乗務員を辞めるということでびっくりしている人もいるんじゃないかなと思います。これからは CA を目指している方や CA あるあるに興味がある人などに情報を発信していきたいなと思っています。客室乗務員以外にも、私が一人暮らしをした経験や彼氏との同棲生活、趣味の卓球や海外旅行など、自分の経験したことや感じたことなど、等身大の自分の意見を発信することによって誰かのためになればいいなと思っています。具体的な退職理由の前に、私が入社前から考えていたことやそもそもの前提をお話ししていきたいと思います。コロナウイルスは退職理由ではありません。コロナウイルスの影響で航空業界はかなり打撃を受けましたが、私個人としては特に大きな被害はありませんでした。友人や知人から大丈夫とか大変だったねといった声をかけていただくことが多いんですけれども、実際大企業であったっていうことと日本の企業であることでかなり守られていたんではないかなと思っています。もちろん仕事が減ってお給料も下がってしまったんですけれども、贅沢をしなければ生活できました。逆に時間が多くありましたので、新しい勉強などできました。で、もともと入社前からオリンピック・パラリンピックが終わったら退職しようかなと漠然と思っていました。どこの航空会社でも正直いいかなと思っていて、とにかく客室乗務員になりたかったです。不純な動機なんですけれども、でもせっかく日本で開催されるオリンピック・パラリンピックがあるんだから、どうせなら日本で働きたいと思って日系の航空会社を受けました。で、正直そんなに日本の航空会社だからといって盛り上がったわけではないのが実情でした。他にも外資系ではなかった理由としては、身長制限と水泳が影響しています。というのも、多くの航空会社で160センチ以上、165センチ以上といった要件が求められていて、私は足りていないので受けれません。他にもアームリーチのテストがあって、靴を脱いだ状態で210センチ、212センチの壁に手が届くかっていうテストがあるんですけど、それもなかなか厳しいなと思っています。あともう一つ、足のつかないプールで25メートル、50メートル泳がなきゃいけないみたいなそういった要項があるんですけど、私泳げないのでその要項も無理です。ということで、外資系なかなか受けれないので、私は日系の航空会社を先に受験しました。で、3つ目が転職先が見つかったからです。もともと入社1年目から少し会社に違和感を感じていて、転職活動はしていました。ただ、なりたかった客室乗務員の肩書きを捨ててまでやりたいと思った仕事に出会えなかったので、まだ続けておこうということで丸3年は続けました。それでご縁があって、私の大好きな Notion というアプリに携われる職場で働けるということで、私は退職を決めました。 Notion というアプリご存知ですか？今後は、大好きな Notion についての投稿もしていきたいなと思っています。ただ、諸事情があってその会社の入社は辞退しました。はい、これでようやく前提のお話は終わりました。少し長くなってしまったんですけれども、これらを踏まえて私の退職理由を具体的にお話ししていきたいなと思っています。1つ目、ルールが厳しかったからです。
航空会社は安全上の理由からルールや制限が多いのは理解しています。客室乗務員のモラルに関わってくると思うんですけれども、お客様が見て不快に思うような SNS の投稿はしてはいけないと理解しています。そういったことを踏まえてですが、会社から事実上 SNS を禁止されています。もちろん使ってる人もいるんですけど、多くの人が SNS の投稿をやめていると思います。客室乗務員であるっていうことを隠していなければならなかったりします。 SNS に投稿したいっていうわけではないんですけれども、ルールがどんどん厳しくなっていったりですとか、会社の人から SNS の投稿を監視されている、そういった感覚が私は好きではありませんでした。2つ目、キャリア的なことなんですけれども、私自身は定年までフライトがしたいとか、その会社で管理職として働きたいという願望は特にありませんでした。その代わりグループ会社に出向したりですとか、デスクワークがしたいなと思っていました。入社前は若くても挑戦させていただけるっていったことを聞いていたんですけれども、最低10年かかるとか、私が上司に希望を伝えると年数的に無理みたいなことを言われて、勤務年数が大事っていうことを身に染みました。私は何年待てばいけるみたいなのをモチベーションに頑張れないなと思っていたので、キャリア的なことでも退職の理由になります。大企業であるっていうこともあるんですけど、同期がだいたい600人とかいます。一歩リードすることはありません。逆に一歩遅れてしまうと目立ってしまうので、悪い評判がついてしまったりっていうのがあります。そういったみんなで足並み揃えてみたいな学校みたいな感じが私は苦手でした。女性社会なのでどこでもあると思うんですけれども、3つ目、上下関係が嫌だったからです。私自身が嫌なことをされたとか嫌なことを言われたっていうことは特にないんですけれども、そういった噂、この先輩にいじめられたとかこの先輩に厳しいことを言われたみたいな噂だけがどんどん広がってしまって、気づいたら自分が言われているような感覚になりました。社内で回っているリストっていうのがあって、この先輩はどうとかこの先輩はこうみたいなリストがあるんですけど、そういうものはなるべく見ないようにしていたんですけれども、気づいたら自分も見るようになっていました。そういうことを見るようになった時から先輩の顔色をすごく大事にするようになっていって、お客様よりも先輩の顔色を伺う時が出てきたことに自分はショックを受けました。先輩大なりお客様ということになっている自分にも気づきました。お客様に何かして差し上げたいと思っていても、先輩が早く仕事を終わらせたい雰囲気を出していたら、やっぱりそっちを優先してしまっている自分がいました。そういうのもすごく嫌だなって思っていました。もちろん自分次第で全ては変えられるし、人のせいではもちろんないんですけれども、フライトする時って毎回初めましての先輩が多いので、嫌われないようにしようとか失敗しないようにしようっていうことが先走ってしまっていました。最後、4つ目、情熱がなくなってきていたからです。新入社員教育や客室乗務員になるための訓練っていうのがあるんですけど、その時に会社への違和感とか、その教育方針に対して少し違和感を感じていました。華やかな職場ほど裏はドロドロしているっていうのはもちろん理解しているんですけれども、私はそういった環境が合わないなと強く思っていました。本当に夢見て希望にあふれて客室乗務員になっていたので、そのギャップに苦しみました。新入社員の時は特にいい社員ではなかったと思います。というのも、あんなことがしたい、こんなことがしたい、あんなサービスしてみたい、あんなこと学びたいっていろんなしたい欲っていうのがあって、その中でそれを発する場所、実現する場所がなかったので、反抗的と言いますか、教官に従う見本のような社員ではありませんでした。2年目、仕事に対しても会社の雰囲気にもどんどん慣れていきました。知ってる先輩っていうのがどんどんできてきて、その中で信頼っていうのを得ていったんじゃないかなと思います。自分なりに積み上げてきた信頼っていうのを失いたくないっていうので、現状維持に走っていたなと思います。3年目、そういった環境に慣れていって、
その環境が嫌だったこと、違和感を感じていたことっていうのをどんどん忘れていきました。あんなことがしたい、こんなことがしたいって思って入った意欲はどんどんなくなりました。ちょっと感情的になってしまったんですけれども、どんどん思い描いていた自分の姿と離れていってしまったりとか、個性がなくなってしまったりとか、角がどんどんなくなって丸くなってしまったりとか、希望がなくなっていくのを感じて、少し虚しい気持ちになっていました。夢は忘れたくないなと思っていたし、何か実現したい、達成したいと思ったそういった欲を忘れたくないなと強く思っていました。今お伝えした4つが私の退職した理由になっています。それに加えて、私は大学生の時にレストランですとかホテル、美容部員、ジュエリー販売、新幹線などいろんな接客業をしていて、客室乗務員は一つの接客の最高峰だと思っていました。その中でお客様からお褒めの言葉をいただいたりとか、お礼のお手紙を頂戴した時におもてなし力っていうのを試せて、一つ目標が達成しました。でまた働いた年数は少ないですけれども、フライト以外で資料を作成した時にいろんな上司から評価をいただいて、勤続年数が少ないながらにも満足のいく評価をもらえたんじゃないかなと思っています。なので少し達成感っていうのもあって退職に至ります。いろいろネガティブなことをお話ししてしまったんですけれども、客室乗務員になったことは後悔していません。もう一度就職活動をするとすれば、同じ会社に入社すると思います。入社して嫌なことが目に入ってしまったんですけれども、良かったこともたくさんあります。客室乗務員でなければできなかった経験もありますし、その会社で客室乗務員として働いてなければ出会えなかったお客様ですとか、上司ですとか同僚、他のスタッフの方っていうのがいらっしゃるので、私はすごく貴重な経験をしたなと思っています。あと福利厚生がいいなと思っています。なので私がもし結婚して子供がいたとすれば、今の会社にいたと思います。で実際外資系の航空会社で客室乗務員として働いていたけど、数年で日本の航空会社に来る人も多いので、実際働きやすいんじゃないかなと思っています。今後は日系の航空会社で良かったことなども発信していきたいなと思っています。コロナウイルスの影響でどんどん航空会社は柔軟に動くようになると思いますし、働き方改革っていうのが本当の意味で実施されていくと思いますので、どんどん働きやすくなると思っています。少し長くなってしまいましたが、私が退職した理由は以上となっています。冒頭にもお話しいたしましたが、今後は客室乗務員を目指していらっしゃる方に向けて情報を発信したりですとか、日常生活での経験したことなど発信していきたいなと思っています。またご質問やリクエストなどございましたら、コメント欄や DM にてお待ちしております。ではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。エアコン切る？なんかうるさいもん。過酷。軽くしたいけど。これいやもうオリンピックパラリンピックオリンピックパラリンピックが終わった頃にやめようかな。意欲はどんどんなくなりました。ちょっと気持ちが